こんにちは、中止の時間です。今日は香川県の讃岐麺業さんに手打ちうどんの体験をしに来ました。イエーイ。手打ちうどん初めての体験なんですけど、うまくできるか不安です。私も初めてなのでどんな感じになるか全然想像つかないですが、楽しんでいきたいと思います。それでは実際に打っていきましょうか。はい、せーの、行ってみよう。今からですね、皆様と一緒に楽しく讃岐うどんを作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。400g の小麦粉を用意してございます。400g に対しまして 200cc の塩水でございます。塩水 200cc 入れます。 200cc です。じゃあ手をこのようにして1分間だけちょっと早く大きくぐるぐるっと回しましょう。はい、うんと早くうんと大きくぐるぐると回します。一番大切な作業でございます。ぐる大きく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 ぐるぐる回します。大きく回します。あとはですね、今の作業をゆっくりと手を休めながらゆっくりで構いません。もうあと3分ぐらい頑張ります。さあ頑張りましょう。ゆっくりでいいよ。はい、ゆっくりゆっくりね。そしたらですね、桶をこのように斜めにします。はい、桶を斜めにして、はい、軽く押さえてください。簡単に一つにまとまります。まとめるだけで結構です。はい、一つにまとまりましたら袋の真ん中に入れます。今から4回足踏みをします。今日は足踏みの代わりに両手で押さえます。4回両手で押さえるよ。まず1回目、はいどうぞ、しっかり、はい、よいしょ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 、はいはい、もっともっと、はい、よいしょ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 、はい、ありがとう。1回目終わりです。はい、そしたら袋から取り出しましょう。そしたらロール巻き一緒にします。このようにロール巻きを作ります。はい、ゆっくりでいいよ。はい、ロール巻き。はい、ロール巻きができたらまた袋の真ん中へ入れます。そして2回目の足踏み。はい、よいしょ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 、はい、ありがとう。じゃあ袋から取り出します。はい、袋から取り出しましたらきれいな方、このきれいな方を裏側にします。裏側ね。はい、そして三つ折り、はい、3つに畳みます。三つ折りです。そして袋の真ん中に入れましょう。そして3回目ね。はい、3回目頑張れ。おー、できた、ありがとう。はい、そしたら袋から取り出します。はい、袋から取り出しましょう。はい、そしてまたきれいな方を裏側。はい、そして四隅どこでも構いません。ちょっとちょん切ってください。はい、ちょん切ったものを真ん中置きます。はい、このちょん切ったものを周りから包み込んでいきましょう。はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、包み込んでください。そしてこの包み込んだとこを絞ります。この包み込んだとこを絞りますとデベソができます。あ、できてるね、デベソが。じゃあデベソ。じゃあデベソを持ってゆっくりとぐるっとゆっくりと回して押さえたら、はい、お餅の出来上がりです。じゃあお餅を袋の真ん中に入れましょう。はい、そして4回目、最後の足踏みは今までの10倍ぐらいしっかり押さえましょう。さあ頑張れ。
はい押しても押しても跳ね返ってくるよねもうだから今までの10倍ぐらいしっかりと時間もかけます4回目はとしっかり大きくしましょうじゃあ袋から取り出しますじゃあ目の前の打ち粉作業台の上に軽く打ち粉を振りましょうじゃあ打ち粉の上にこのお餅を置きますはいそして綿棒はい綿棒をお餅の真ん中に置きましょうそして半分から前へコロコロ転がします半分から前へコロコロ転がすはいそうはいいいですかはいじゃあ今度方向変えましょうはい方向変えてまた半分から前へコロコロ半分から前へコロコロはいじゃあまた方向変えるよ今度は横にしてはいまた半分から前へコロコロ半分から前へコロコロはいじゃあまた方向変える半分から前へコロコロこのように方向をもうさいさい変えながら自分のペースで大きくしましょう、よいしょよいしょ方向さいさい変えましょう少しだけほんの少しだけ粉振ってくださいねよく振ったら伸びないから少しだけそうもうほんの少しだけそしてこの綿棒でくるくるっとはい綿棒でくるくるっと巻きますはいそして両手で麺の上に置いて前へ123引っ張ってくるそうでまた123引っ張る123引っ張るはいそしてここも方向さいさい変えるよ右と左ぐるっと1回転して前へ開くはいそうほんでまたおへその方から巻く時はいつもおへその方からはいそこから巻いてはいまた123はいまた123を繰り返しますそううまいうまいその調子はいそうですじゃあ今度は綿棒まっすぐ綿棒まっすぐにして開きますほんで手前から、はい、ほんでまた123はいまた123そううまいうまいはいそうで今度は1回転ぐるっと1回転1回転して前へ開いてほんでまたおへその方からはい、でまた123はいここも方向さいさい変えましょうはい皆さんのペースで方向さいさい変えながら大きくしてください23回して方向変える23回して方向変える方向さいさい変えると大きくなりますはいありがとうじゃあ広げましょう今度は粉をとしっかりはいもうと振りましょうもうしっかりとじゃあ綿棒で巻きましょうはい綿棒で巻きますはいそしてまな板の上にこの幅が10センチ次8センチ6センチね一緒にしますいいですかはい10センチ幅10センチで折り返す10センチで折り返すんよはい、次が8センチ6センチはい3つの山ができたうまいはい OK それで3ミリ幅3ミリで包丁で切りますはいゆっくりとゆっくりねはい
時間あるからね。できました。ました。はい、おうどんができました。自分たちが作ったうどんいただきます。あったかい方と冷たい方でコシが全然違う。こっちはちょっと柔らかめな感じだけど、こっちのぶっかけの方はちょっと麺にコシが固めな感じ。自分で切ったんで。今日は讃岐麺業さんで手打ちうどんの体験をしてきました。どうでしたか？すごく良くて、初心者でもやっぱり分かりやすく香川さんが一個一個ポイントを教えてくれたので、こんな私たち初体験だったんですけど、しっかりとしたうどんを作ることができましたね。はい、生地伸ばす時も何度もよいしょよいしょって言ってたくさん作業するっていうのが意外と大変だったけど、でも愛情込めて作業できたのでとても楽しかったですね。それでは今日のまとめです。ぜひ皆さんも香川県に手打ちうどんの体験をしに来てください。それではチャンネル登録、高評価コメントお願いします。せーの、バイバイ。